前回トラスを作ったから、今回屋根を作りました。シリカと申します。名乗り忘れた方は、京也です。というわけで、屋根の骨格ができたんですけども、あれですね。今回は本格的に屋根を作っていきます。必要な事項としては、まず、雨漏りしないこと、腐らないこと、あとは吹き飛ばされないこと、こんな感じですね。そして、これが屋根の模式図になります。具体的には、梁に直接合板を打ち付けて、合板に角材を取り付け、角材の上にノジ板を取り付けたわけです。梁に直接合板を取り付けたのは屋根の強度を確保する意図があり、ノジ板は屋根材を固定するために存在します。ノジ板と合板の間にスペーサーとして角材を設置するわけです。これで合板が湿気にくくなります。という感じで、設計したわけですね。結論から言えば、強度の確保は、合板ではなくて、筋交いを使えばよかったなっていう感じです。足場の悪い高所で遊んで一人で、合板を斜めに取り付けるのは、実に、効率が悪いなって、そう思いました。例のごとく静止画で見ていきましょう。まず、最初は合板の取り付けですね。これは、そうですね。今までの作業の中で一番難しかったなと思います。そうですね。合板は自重でたわみますし、あと、トラス自体が合板の重みでちょっとたわんというか歪むわけです。でそれであと足場が悪いわけですね。あと、軒の付け根で合板を突き出したわけなんですけども、これも、取り付け性が悪いっていうのがあって、結構、めんどくさかったですね。なんというか、この軒の付け出しに関してはもう、まず足場がないっていうのと、あとは、紐でつったりして軒のその付け根に使う合板を固定したりとかして、なかなか癖者っていう感じでした。そもそも一人で高所作業するのが間違いかもしれないけど、一人作業で建物を作るのが一つの目的だったからしょうがないですね。で、次に、角材を合板に取り付けていきます。ノジ板と合板のスペーサーなので、そうなるように取り付けます。あくまでスペーサーなのでごつい木材を使う必要はないです。角材を取り付けることで合板のたわみをある程度緩和できます。この時、屋根に足場がなくて、あと、そうですね。特に傾斜がついている状態になってるわけですよ。自分のいる足場というか、地面というか。それなので、手作りの、はしごを作ったわけですね。なんで手作りにしたかっていうと、はしごのその、接地面というか、そこにスパイクのようにコーススレッドを突き出して、それで屋根に食い込むようにしたわけです。ただ今思えば普通に仮設の足場を作った方が良かったなって思います。なんでそれをやらなかったかっていうと、あれです。軒の部分で合板が継ぎ足してある感じになってるからですね。つまり、危なかろうということです。そしてノジ板を角材に取り付けます。ノジ板はその辺にあったものを使用し、釘やらホーススレッドやらを併用して取り付けていきます。この段階になるとノジ板が足場になるので作業性が幾分向上します。そうですね。今回の動画の結論としては、まず、トラスの上に屋根を構築するっていうことで、強度の確保に合板を使ったっていうのと、湿気対策として、スペーサーとして角材を入れたっていうのと、あとは屋根材を取り付けるためにノジ板をつけたという感じになります。で、そして実際に実施した感じとしては、合板に梁を、合板を梁に取り付けるのが一番むずいなっていう感じ。あとは角材を取り付けるわけなんですけども、これはきちんと足場を準備した上で作業ですね。ノジ板なんですけども、これは、特に何も考えずに取り付けたんですけども、今思えば、屋根に対して片側4列でも良かったかもしれません。良かったかもしれませんね。片側3列でやったわけなんですけど。あと、屋根の中央にか、
こう、ノジ板がないわけなんですけども、そのノジ板を継ぎ足して連結させた方が、綺麗に屋根材を張れるなっていうふうに思いました。まあ、こんな感じです。まあ、あれですね。まあ、今回は、あれなんですけど、まあ次の動画とか、まあそのまま次の動画くらいで、まあ多分小屋の内容は終わると思います。まあ小屋を作った目的が、まあそもそも実験とかをするためなので、まあストックが溜まり次第、まあ実験動画とかアップしていきたいなというふうに思ってます。まあ以上、ご清聴ありがとうございました。